おはようございます。画家の小木曽です。今日はこちらですね、こちらの油絵 F4 号の本格版初めから最後までしっかりお見せしようと思います。顔の描き方しっかり勉強してみてください。あとね、ちょっとね、洋服のところの描き方なんかっていうのはあんまり今まで見せてないかもしれないので、ちょっと目新しいかもしれませんので、楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。ちょっと丁寧にですね、少し説明をしていこうかなと思います。これは F4 号というサイズ、F っていうのはフィギュアなんですね。あとは M とかマリーンですとか S 正方形とかP ですか、ペイサージ景画、風景画のですね。これ F という、一般的なサイズ、黄金比というのでできているのパネル、シナベニアのパネルに白味という下地を塗っております。そういう動画ももう過去に上げておりますので、よかったらそういうのも参考に見てみてください。で、これは形に関しては転写しております。コピーをして、だいたいこのパネルのサイズに、合わせて、コピーをして、それを転写してます。転写してももう、書きながら微妙には変えていったりしますけども、あんまりモデルさんと大きく違わないようにということでやってます。そして転写したこの赤い線っていうのがこれ、自分で作ってる自作のカーボン紙みたいなもんなんですね。自作のカーボン紙トレーシングペーパーっていうののちょっとざらついている方にベンガラ、もうわけわからんなに言うてはるんか。要はトレペに、顔料というのをすり込んで、自作のカーボン紙というのを作っているんですよ。カーボン紙っていうのはカーボンやからですね。自作のカーボン紙的な感じですか。でベンガラっていう酸化鉄の赤いやつ、僕はそれをいつも使います。これ東京芸大時代に版画の授業で転写のためにカーボン紙作ったんですけど、そのやり方を実は今もそのまま使っているということなんですね。で、それもね、どこかの動画で上げてるんですけどね、もう忘れました。すみません。優しい方がね、探し出してここに載ってますよなんてね、コメント欄にくれたらおっちゃん嬉しいなっていう感じなんですけど、で、それに、墨入れと言って僕は墨で描いていきます。で、普通のなんていうか、墨でいいというか、僕はそれを使ってます。普通に売ってるでしょ、書道用の。でも一番高いやつ頑張って買ってますけど、小学生が使うやつとかよりは少し高めのなぜか使ってますけども、そしてこれはインプリミトゥーラ、ムサビ的に言うとインプリミトゥーラ、東京芸大インプリマトゥーラ、ちょっと読みとか地域によって多少イタリアとかちょっとドイツとか違うのかもしれませんけども、こういう僕は、ローアンバーとですね、コバルトブルーを今回使ってますかね。で、ハケで塗ってってます。乾燥を急ぎたいときは超速乾メディウムなんていうのも混ぜたりもしますし、そういったものをテレピンをだいたい8、ポピオイル2ぐらいかな。で、一生懸命混ぜます。そういう動画も上げていると思いますので、よかったらですね、そういうのも参考に見てみてください。なぜこんなことをするのということは、少し吸収が異常に強いんですね。この白味っていう下地っていうのは、炭酸カルシウムとニカはもう今日は難しいことばっか言うてはるおっさんって感じかもしれませんけども、お付き合いください。もともとキャンバスっていうのの前にあった技法と考えてもらったらいいです。で、キャンバスというものはものすごくでっかいのに麻布に塗っていった。でもそれまでっていうのはこういう板画っていう方法だったんですね。で、静木技術っていうのがその時代っていうのは16世紀の後半ぐらいのベネチア派とかあたりからキャンバスっていうのが出てくるんですけど、大きい木を用意できなくなったから、じゃあ何で描こうかな思ったら麻布に描くというのがキャンバスの原型となっているんですね。ややこしいこと今日どこが丁寧なのこれって感じかもしれませんけどね。で、描く部分っていうのは僕はこうやって濡らしておきます。これはちょっとローアンバーみたいな色かなっていう感じはするんですけども、バーっと濡らしておいて描くとこだけは濡らして、これ洋服以外今回やってますよね。濡らしておいてティッシュで拭き取ります、ある程度。で、滑るし、もう要はこれ氷の上みたいな感じで僕は滑らす状態を作って、ハイライトからだんだんと生の白に近いようなものを塗って、だんだんと描いていきます。今日ちょっと長い動画となってます。ご容赦ください。30分も超えてますので、ゆっくり見てみてください。最後の方しっかりピントも合ってるし、ディティールの描き方とかも分かりやすくしているつもりですので、皆さん参考になれば何度も勉強してみてください。描けるようになる、油絵描けますと。これが本当に別に私よう言ってるんですけど、この描き方しなさいじゃないんで、伝統的な方法ですよと。また写実的に描きたいなという人はこういうのも参考にされたらいいと思うんですね。今、釜湯という方法で
黒と、これはピーチブラックかな、ピーチブラックとローアンバーとバーントシェンナトランス、黒と茶色プラス少し青も入れたりすることもありますし、赤も入れたりすることありますけども、と白ですね、黒と茶色系と白を中心にカマイ油またはグリザイ油というのは白黒で書くことですけど、僕はもうちょっと茶色も入っているのでカマイ油という単色画、要は単色画という総称がカマイ油っていうんですけど、その中の一つ白黒で書くっていうのはグレーから来てます、グリザイ油という。うわーまた難しいこと言うてはるわ。でも勉強になるんじゃないですか。皆さんそういうことも少し勉強されて、伝統的な方法で、私はこういう重層構造というのをやっぱりずっと言い続けてきてます。やっぱり絵の具の構造作った方が大人っぽいっすよみたいなことを言います。魂で描くんだっていうのも別にいいんですよ。僕はもう何にも否定してないですからね。もういつも言ってます。ちょっと大人っぽい絵描きたいな思った時は、ちょっとこう構造、絵の具の構造とかを考えて描けたら大人っぽくなりますよっていう話ですね。で、ちょっとずつ絵の具をしっかりこうのせながら、明るい色から描いて、ちょっとずつ混色の基本は暗い色に白混ぜていった方が僕はいいと思ってますけどね。まずでも生の白に近い本当にもうボンボンと置いて、そこからちょっと中間色みたいなの作ったり暗い色作ったりとかしながら、こういう風に一発である程度ダダダダダとこう描いていくということをしていっているわけですね。どうですかね。ちょっとずつこうモデリングされていって、まだ絵の具をこう筆致が残った状態ですよね。私は叩き筆という筆を使って平滑に塗ったりもするんですけども、なんか面白い話せんといかんかな今日な。私もこの技法になっていったっていうのも、やっぱり長年のこうエクスペリエンスっていうんですか、経験を積んでですね、少しずつ変わっていって、画材なんかも少しずつ変わっていって、いろんな本とかも読みましたよ、もちろんね。で自分なりにどうかなとか、やっぱりあとはやっぱ教科書となるのはやっぱりこう巨匠の先生方っていうのはね、やっぱ今日勉強になりますよね。そういうのとかも見ながらですね、自分なりの自己解釈も入れたり、現代的な部分も入れたりとかしながら絵を変えていったり変わっていったりしたわけですね。ちょっと赤を入れてってます。カドミウムレッドとかブライトレッドライトとか、あとはマゼンダ系みたいなですね色とか、そしてようやく叩き筆でトン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 と叩いていってますね。平滑にしながらですね、いつも同じことやっとるやんけっていう感じかもしれませんけども、出来上がっていく作品に関しては違ってくるということなんで、皆さん最後までよかったらお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。でちょっとこう微妙なところとかも描きながらですね、こっちを向いている女性像ということで描いていってます。絵の具をこう、画面の中で鳴らすような感じというかですね。で、少しずつ吸い込みもあったりするので、白味の場合っていうのはちょっと難しかったりする部分もあるかもしれません。難しいなと思ったらジェッソとかで代用されてもいいかもしれません。ジェッソとかでやったらおそらく吸収というのは弱いかなと思いますので、皆さんにとっては描きやすいかもしれません。私はもうこれが長いことやってきているので、ある程度のスピードを持ってもやらないといけないんですけども、要は吸収していってしまうんで、スピード感多少必要なんですよ。ゆっくりできないというところがおじさんのねあれですよね。お仕事もいろいろありますからね、こういうふうにたまにこう録画して深夜にちびっ子が泣いたりした時には抱っこしながらあやしながらこれの字幕を入れたりするというために、こういうふうにね書いているわけですね。YouTube も2年ちょっと経ちましたけどね、もう面白いもんですよね、本当にね。で目なんかこう慎重に描いていってますよということで、まだ釜湯という作業を延々と 4,5 分見せていますけども、どうですか。だいたい平滑になってきて、でもそこからもやっぱりまだもうちょっと粘るぞということで、諦めないでみたいな感じですね。負けないでかザードの歌はね、よう分かりませんけど、諦めないでちょっとこう粘ってみて、絵の具がまだ乗るといううちは頑張って粘ってみるということも大事ですよ。絵の具を置きながら、そしてそれを周りとなじませるみたいな感覚でしょうか。言葉って難しいですね。なかなか伝えるのは、違うところでは違うこと言うてたやないですかとか言うかもしれませんけどね、僕はもうすぐ忘れるんですみませんね。もう皆さんそれぞれに合った方法等々で頑張っていただければなというふうに思いますね。だいぶ良くなってきましたね。まだ目に光とか入っていないんで、目に光とか入ってくるとなんか生き生きした雰囲気になってくるんじゃないかなというふうに思います。こういうとこですね。
ちゃんとね、入れてみたりとか、やっぱ向こうに何かが映っているんやでっていうことを少し考えながら描いてあげたりすると、その光というのはどういうところから来ている光でどういう光の性質を持っているのかっていうことまで分かるわけですよね。だからそういうところまでしっかり勉強して、しっかり認識しながら描くってことは大事です。ちょっと周りのところとかは、だいぶ早めにちょっとお見せしようかなと思います。耳とかは少しこう血色がいいところとかっていうのはある程度ちょっと僕は初めに赤みがからせておいたりとかします。ね、どの時代ぐらいまでがそのグリザイユで描いていたかって僕もよくそんな勉強不足なんでわからないですけども、バロックのあたりっていうのは、ある程度そういうグリザイとかで描いていて、釜湯とかですね、安いわけですよね。土とか黒とかね、白とかは安くてやっぱり色が高かったんですね当時。だからある程度まで色をつけずに、これ輪郭ぼかしてます。輪郭ぼかし法、いわゆるスフマートと呼ばれる方法ですね。ちょっと乾いた筆かなんかで、少しこうなんかなじませてあげる。お化粧とかする人なんかこういう方筆とかでファッファッファッとするんでしょ、ね、私も毎朝やってますけどもね、そしてデッカデカでしたもんね、初めのところのね、なんかね暴露系 YouTuber みたいな感じでしたけどもね、でっかでかでしたけども、そして背景の方もざっくり描いておきます。ざっくりが僕は今回、背景に関してはもちろんビチッと描きたかったら描けばいいんですけど、やっぱり絵の具を使っているという以上、絵の具のその物質感みたいなのも僕は大事に描きたいなというのが私の願い思いでございますので、ある程度ざっくり描くとこはざっくり描いてます。後ろにこれは松の木でしょうかね。松の木の前で松はっていう感じですか。面白いですか。面白くないですね。はい、面白くないこと言いました。ありがとうございました。もう眠いわ、寝ようかなって感じかもしれませんけどね、寝落ちラジオにしていただいて結構だと思いますよ。背景のところはざっくり描いていっているわけです。筆に関しては僕はナイロンの筆がやっぱ多いです。昔なんかこうやっぱ豚毛の筆っていう風に教わったことあるんですけども、どんどんそれがなくなり、今はナイロン、これナイロンの今、そしてこう洋服のところ何も濡らしてなかったでしょうね。ちょっとこうね、モデリングを絵の具をしておきました生の白です。これは円白、シルバーホワイトと、チタニウムホワイトにスタンドオイルを混ぜ合わせた白でね、ちょっとこう水飴状にしたような感じの白をこうやって持ってきてね、ちょっと要はモデリング厚く塗っていっております、ね。これを後でちょっと面白いことになりますので、そういうところもお付き合いいただければなと思いますよ。これどうなんねやっていう感じですね。インプリマトゥーラ2層しても下の線見えますもんね。僕なんかこういう風に見える状態を作っておくっていうことが大事ですね。でそれ塗り残ってもそんなに違和感ない色を選択してあげるというか、ババとこの辺はちょっと早送りにしていきますけども、こんな感じでチャチャとこうね地味な作業ですけど、やりだすとこうなんか面白いんですよ。全部やりましたもんねこれね。で1層目終了ということで、これが乾くの待ちました。で完全に乾いた後にもう一回こう濡らしてあげます。これはバーンとシェンナートランス的なちょっと茶色かもしれませんね。最近なんか紫がなくなったんでなんか茶色が多いなという感じかもしれませんけども、ちょっと茶系を全面に塗りましたね。洋服のところは塗ったかな。でちょっとここに赤い色ビューッと塗りまして、いきなり血色が良くなりますよね。赤い色を塗ってこうグレーズ、もうちょっと白っぽい色も入ってるかもしれない。スカンブルという風に言うかもしれません。その辺の曖昧というかグレーです。もうグレーっていうかはっきりともう分けてるわけじゃないです。グレーズです、ここはグリザイユです、カマユですとかって分けてるわけじゃ僕はないですんで、なんとなくこのぐらいかな、ちょっとシロップに入れようかなぐらいの感覚でやっていってます。そして顔に一回グレーズ的なあれがスカンブル的なのができたら、また生の白に近いのをボンボンと置きました。そして下の絵の具とかと混ざり合わせながら描いていきながら、ベタッと塗った不透明の絵の具っていうのはすごく生の白に近いような色ですけど、あとは下の絵の具とかも少しこう混ぜ合わせながら、難しいことやってはるし言うてはるわって感じかもしれませんけど、要は不透明でベタッと塗ったところもあれば、下の透明と白っぽいのが混ざり合って半透明になっているところもあったり、また影のところなんていうのはグレーズを重ねていったりとかっていうことをして複雑にしていってはるんやでっていうことですね。絵の具のそういうところの響き合いみたいなものもちょっと大事に描いていっているわけでございます。で不透明をダンと塗って、いってます。
こういうところすごく勉強になるんじゃないですか。こうやってあんまり細い筆じゃなくてちょっと真ん中ぐらいの何号か知らんけども、筆でもうそんなもん僕わからん、何号の筆ですかと聞かれても私知りません、このぐらいじゃないですかと、自分の手とかをね、おじさんの手見てこのぐらいのサイズかなぐらいの感覚で判断してもらえると助かります。ただあんまり細い筆すぎない、でかすぎず、ちょうど真ん中ぐらいかなっていう筆でやっていってます。そうするとちょっとずつのせた色を周りとなじませていきながら、グレーズしただけの状態のところもあれば、半透明みたいなのがかかっているようなところもあればという感じですねっていう風になっていきます。こういう感じでちょっとずつ、生の白だけじゃないですよ。もちろん混色をしながら微妙な色をつけていきながら、赤系もあれば少し寒色系みたいな色とかも置いていったりしているわけですね。少しそれでモデリングといって盛り上げていくような感じで描いていっています。どうでしょうかね。少しずつモデリングされてリアリティが出てきて、やっぱ肌って難しいですよね。複雑に背景なんかもね、ざっくり描いてるのがこれ見たら分かりますよね。この辺かな、こんな葉っぱが後ろに笹の葉っぱあるんかなとか、後ろに松の木あるんかなぐらいの感じかもしれません。そして、ちょっとずつこうやってグラデーションがで人の肌にちょっとずつなってきているのが見て分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。いかがですか。少しずつこうなってきたんじゃないでしょうか。やっぱり人間の肌って描くの難しいので、やっぱり長いことをかけて僕もいろいろ試行錯誤しながらやってきました。やっぱりそういうのってすごい大事ですし、もうね、こうやったら描けるって自分で決めつけないことが成長していく、日々成長していくことなんで、そしてこれ完全に乾いている白の上にブルー系を塗りました。ベターっとね、覆い尽くすような感じでウルトラマリンとコバルトブルーとちょっと黒とか混ぜた色かなんかを塗っていって、下の絵の具の盛り上げているので、ある程度見えますよね。早送りにしますね。見えますので、こういうのだいぶ暗い色とか置きながら、ブルー系とかを置きながらベターっと色を塗っていってます。こんな感じでどうですかね。ちょっと明るい肩の部分とか白を混ぜたりとかして、下の絵の具とかが見える状態という感じで一層塗ってます。一層ですよね。でやっぱり凹凸しっかりあるのでですね、やっぱりザラザラしてますよ。しっかりザラザラしていますんで、そしてピアスとかもじとねとてん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 で描いていきますね。これもやっぱり絵の具をねちょっとさせた水飴状のようなもので、ねちょという風に描いて、ちょっと絵の具が盛り上がってる。こういうのもね、本物を見ていただくと、ちょっと絵の具がここ違うわとかっていうことで、よく写真見たいとかって言われるんですけど、本物とかね見てもうたら、やっぱ近く寄ってみたらすごい絵の具の物質感あるわとかよう言われます。それはやっぱそこが面白いところかな。せっかく絵の具を使ってるわけでございますので、ただ写真みたいに、薄っぺらく写すという僕タイプじゃなくて、ボコボコボコとか載せたりしてなんか面白がったりしますよ、でちょっと唇のハイライトとかを描いて、ちょっとね色っぽくなってきたんじゃないでしょうか。なかなかピンク色とかも難しい色ですけども、そういうところも慎重に塗りながら描きながら描いていっております。そしてまた目のところなんかのハイライトとかっていうのをもうちょっと描いてみたりとかしながら、こういうところ少し丁寧にですね、やっぱ色も肌の色とかと違う、ちょっと青みがかったような色とかを使ったりもしますかね、僕の場合っていうのはですね。そして黒目と白目の境目なんていうのはすっごい大事だったりしますので、そういうところをめちゃくちゃ慎重に描かれるといいんじゃないかなと思いますよ。そういうところ大事ですよ。ぜひぜひそういうところを留意しながらやってみられてみてください。そして、肌のところまだまだ行くぞという感じで、不透明の絵の具を置いてみたり、ただあんまりまだ血色とかってそんなに良くないじゃないですか。ちょっとずつ僕の場合っていうのは少し血色をいきなり良くするというより、少しずつこのぐらいかなっていう感じで、小心者なんで、もう本当にめちゃくちゃ小心者でですね、無口な少年なんで、そういうところはですね慎重にやっていきます。そして大胆に背景のところをガサッと塗っていこうということで、松の木のですね、木肌をしっかり絵の具をポテト乗せながらボツボツ描いていくわけでございますよね。こういうところもしっかり絵の具乗せといて、もあかんかったら僕乾いたらもう削ってまえっていうぐらいの本当感覚の人間なんで、皆さんもそのぐらいでいいと思いますよ。あんまり慎重になりすぎないで、思い切ってガーンといって、あかんかったらガーッといったらいいと思います。はい、擬音が出ました。何言うてはったんですかね今ね。なんかわけわからない擬音言い張りましたね。完全に乾燥して最後の描写へ行きましょうと、乾燥後描写へ行きますということで、まだ最後じゃないか。今度はブルー系行きましたね。コバルトグリーンかなんかを塗ったんでしょうね。
初めの時は、ちょっと茶系だったですよね、確かね。今度はコバルトブルーグリーン系を今度は洋服の方も含め全面に塗っていったりしてるんちゃうかなという気がしますよ。ね、そしてティッシュで拭き取って指でこすり込んでね、書いていってます。そして、こんな一度書いたんですけどね、録画するの忘れてたんで今拭き取りましたあんな感じになりますよということを一瞬見せましたね。このぐらいの血色がさっき今一瞬ちょっと戻っていただいたらね、書いたんですけど録画し忘れピッと押すの忘れてたんですね。だからやばいもう一回撮り直さんとあかんなということでもう一回も撮り直しました。面倒くさいですけど20分ぐらい戻って、またでちょっとこう赤系茶色系みたいな血色のいいところにグレーズ、部分的なグレーズをしましたっていう風に部分的に、要は人の肌のところというのはコバルトグリーンみたいな寒色系が塗られている状態。一方ですね、これ暖色系を少しこう部分に置いていきながらですね、この辺はちょっと暖色系を置いていこうかなという感じで置いていってます。この辺かな、ほっぺたかなと。でマゼンダとかちょっと赤系のですね染料系みたいなものを置いてみたりとかしますし、顎の下の影とかもこのように置いていきます目の下とかですね。さっき多分このぐらいの段階をお見せしたのかな。もうちょっと白が入った状態だったんでまだもうちょっと先かもしれませんね。で白がちょっと入ってきた段階とかのところでやばい録画できてなかったっていうことで、消して、拭き取ったということですね。でちょっとこういうふうに、このぐらいの段階かな。これはちょっと何箇所か置いた段階ぐらいでまだその絵の具をこう引き伸ばしていっていない段階で、録画していないことに気づいたと気づいてよかったですけどね。せっかくやったらその部分もね皆さんに見せとこうかなと。録音とかするの大変なんでということですね。そしてハイライト、鼻のところなんかも同じようなこう、2層目と同じような作業を実はしていますけど、ちょっと血色が良くなっているんじゃないかなというふうに思います。このぐらい微妙な微調整を繰り返していくわけですね。微調整を繰り返しながらこうかなかなっていうことを問いながら同じような話ばっかり繰り返してます。すみません、面白くないとは思いますが最後までお付き合いください。ちょっとね洋服のところそういえばなんかやるって言うてはったなって感じでしょ。そういうとこお見せしますので最後お店ねこういうところも見た上で、お付き合いいただいて、きたら助かりますというか、お腹が空いてきてお腹がぐーっとなりそうです。ぐっと今こらえております。そして明るい色を置いてそれを周りとなじませてどれぐらいまでいけるかなということでちょっと明るい色を置いてなじませてという感じでやっていってます。ちょうどこれでほっぺたのとこ赤くなってなんか影のとこ入っていくとちょっと暖色系があってとさこの辺の要は下地の色とかもまだグリザイユカマユに近いような色がまだ塗り残った状態のところもあるわけじゃないですか。だからそういう点でこの絵に関してはその初めの下地とかもうまいこと活かせたなっていうふうに自負してます。ようやく叩き筆っていうのでどんどん叩いていってますけども、ようやく少し叩き筆みたいなので、平滑にしたりとか、そしてまた筆致も少し残したり描いたり細かい描写をしたりとかいうことを繰り返したり、背景なんか全然ざっくりすぎるのでもっともっと密度を上げてみたり、こうやって見るとねようかけでね目のとことかよう描いてはるなとかディティールをようやく描き出しはりましたなっていう感じが見てわかるんじゃないですかね。書けそうな気がしてきましたか？書けますね。どうなるんでしょうかね。書けますよ。大丈夫です。皆さんだって書けます。やっぱ油絵の具の特性っていうのを生かしてあげているのがようわかるんじゃないですか。乾きが遅いということを利用して乾かないうちに下地の色と絵の具をやっぱりうまいこと使ってあげる。それができるかですよ。皆さんできますか？できませんかね。へへへへっていつか機会があればね本当に書いてるのを見に来たらいいんじゃないでしょうか。書いてるの見たらおじさんベラベラ喋りながら書くという伝統的な誰もやらない方法は伝統的じゃないですね、編み出してますのでおしゃべりしながらだって絵も描けますしね。はい、でこういうところなんかもそうですね。目なんかももう一回ハイライトを描いている。要はグリーングレーみたいなコバルトグリーンみたいな色が塗られた上にまた不透明の色でも塗り残してあるし、目のなんていうか中に青っぽい色もちらほら見えるとかね、そういうのが見て取れるんじゃないかなというふうに思います。わかりますかね。まだ細かい髪の毛とかそういうところまでは書いてないですけども、顔の表情の中っていうのはなかなか複雑になってきたことが分かっていただけるんじゃないでしょうか。いかがですか。目なんかも描いていっております。こんな感じでまた密度をどんどん上げていくという作業をしますので、ちょっとここは皆さんじっくりゆっくりご覧いただければと思います。
そして、背景の方も少しまた複雑に、やっぱ顔の方とかがですね、少し密度が上がってきたなという感じが出てきたら、やっぱりそちらも追いかけていかないと、やっぱりこう手前、人だけが描かれた状態になっていったりしますので、ですね、そういうところも少しやっぱ合わせて密度を上げていくということをしていきます。そしてなんとここに赤い絵の具を置いてますよ。ね、ちょっと左に写真ちらっと見えてますけど、白い柄にその輪郭がなんか赤になってて、そして青い紺色のなんかベースの洋服というかですね、だからなんか逆をしていってるというか、白い線をモデリングして青を塗ってまた赤を塗ってってます。どうなることやらおじさんもなんとなくやったことはあったんですが、久しぶりにやってみたということなんですね。うまくいかんかったらなんか最後強引にでも力技でもやりきりゃいいかなぐらいの感じで、ちょっとこうやって、絵の具を作っていって、そして背景は少し物質感のある絵の具みたいなのをのせながら松の木の履き肌みたいなのを描いていっているということですよ。どうですか？なんとなく密度上がってきましたね。顔のとこなんかも相当リアリティを持って見えてきたんじゃないでしょうか。わー、先生描いてはるわーって感じですかね。こういう感じでもうおじさんはいっぱい仕事があるわけですね。幸せ者でございます。お仕事どんどんくださいね。時間というものができましたので、今までなんかちょっとお仕事頼んでいいかななんて思ってた人、そして最後の方のディティールですね。チン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 チマ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 、こんな感じ。何やってるかわからんでしょう。僕もようわからんけど、ちょっとずつ絵の具を複雑にしていってるんですよ。遠慮なくね、言うてみてください。肖像画描いてもらおうかなとかね、私の家をぜひ先生にとかね、そんなんでもいいかもしれませんしね。聞いてみるだけ聞いてみて、タカとか言うたら、すいません無理でしたとか言えばいいだけの話なんでね、聞かずは一時のなんじゃらみたいな感じですよね。聞くはなんとかの恥みたいな感じありますもんね。でちょっとこう最後の密度、こういうところも暗いところも描きながらですね、密度を上げていきました。そしてまだ実はさっきの洋服のところなんていうのはね、赤いものを塗って、そしてどうなってとか、そういうところまで見せてませんもんね。赤い色を塗って、その後また青い色を塗ってとかしているんですよ。おお、ようわからんぞって感じですね。こういうとこ本当にこう密度ね上げてってのわかるでしょね。あまりこういうとこ声かけたら怒られそうな気しますもんね。そうこういうとこ集中して書いてあるからね、そうとしときましょうね。大事なとこっぽいですよ、こういうとこね。そしてこの段階、そして洋服時間、すいません、これね完全に取り忘れました。もう一回塗りました。すいません、取り忘れました。わかります？赤を塗って乾いた後に洋服だけ青を塗りました。そして紙やすりで削ってみたら、あら不思議、下の絵の具が赤もチラチラ感じるし、白もチラチラ感じるしということで出てきた、なんか複雑な洋服になったんじゃないですか。青塗ってるとこすみません、本当に取り忘れました。本当そこの服だけ書いてあれしたんでですね。そしてちょっとこれ濡らしてます。濡らしてもういつもよりもちょっとブルー系やけども油が多いというか絵の具が少なめのを塗っていってます。だいぶ弾いたりするんでですね、ティッシュとかでしっかり拭き取って完全に乾いてからですよ、ね、ここまで皆さん我慢できるのか。洋服のところなんかもこうツヤが少しこう入った状態で、ちょっと指でこう弾いてるとこないかっていうのを探しながらですね、ちょっとグレーズをして影のところというのをより深みを持たせて、洋服分かりましたね。そういう構造を作って青いところ塗るの忘れて、撮影し忘れまして申し訳ございません。クレームが来た途端にそのクレームは削除してやろうと思いますけども、お許しください。まあね、皆さん勉強になるんじゃないですか。楽しいですか？絵描くのとかね、どうでしょうかね。そしてこう背景とかもちょっとグレーズとかをしながら、少し深いところは深みを持たせて、ディティールのところはディティールを書き込んで、もう少しこう出っ張るように描いてあげたりとかしながら密度を上げて、最後の完成に行きました。洋服のシワのところとかもうちょっと影、そしてちょっとやっぱりこう削り出したらちょっと物足らんかったから、最後はちょっとテレピンとかを多めにした白みたいなね、ちゃんちゃんとやっぱりこう補彩的に描いていきました。本物見たい人はぜひ展覧会等に見に来ていただければと思います。
という感じでちまちま補彩をしていきました。こうやって見るとね、どんだけかかってはんにやこれって感じかもしれません。まあでも赤とかもちらちら見えてこのぐらいでいいかなって気がします。僕は別に再現したいという洋服そのままを再現したいとかっていう気はなくて、なんかそれ利用してうまいこと面白く描けんかなぐらいの感じにしか思ってないので、全く柄とかが同じ柄ではないです。まあなんとなくぐらいの感覚で描いていってます。そして髪の毛とかディティールを最後描いていきながら密度を上げて、もっともっと密度を上げて、完成ということにいたしました。本日ちょっと長い動画でしたけどもね、技法的にもちょっと面白いこともあったんじゃないかなというふうに思います。そして最後の完成に向かっての髪の毛とかもね、髪の毛を描く動画みたいなのも上げてたりしますので、皆さんよかったらね、いっぱい動画ありますので勉強してみてください。勉強になったとかっていう感想とかもらえたらおじちゃんほんまに嬉しいんやで、ね、グッドボタンとかほんま嬉しいんやでとかいう感じです。もうとにかくアウトプットは大事ですよ。なんか思ってること言うてみて、怒られたってね、反省すりゃいいんでね、どんどんで最後密度を上げたり、こういうところのね、書いたの今って感じでしょ。書いたの今とかでいう感じでしょ。で本当にどんどんアウトプット、コメント書くっていうのもアウトプットでございますので、ぜひですね、そういうコメントとかもいただければおじさん本当に励みになります。励みになると言いながら毛量はちょっと増えてきたような気がする。なぜか46歳にしてなぜか毛量もうすぐ47なんですけどね、謎の日々を過ごしております。皆様も元気でお過ごしください。楽しんで絵を描いてください。なんかやることなかったらコメントを書いてみたらどうでしょうか。またライブ配信等もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。元気でね、頑張ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こんな感じでね、ちょっと油絵の具のなんか乾きとかをちゃんと分かって理解してこうやっていくとちょっと複雑な表情とか、描きたくないような表情もちょっと複雑やったかもしれませんけども、こういう描き方もできるんですよ。もう結構油絵の具っていろんなことできます。僕はそういうふうに信じている画材でございますので、皆さんも楽しんで頑張ってみてください。それではまた。はい、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってますよ。よろしく。ではでは。